皆様こんにちは。今日は2004年にアメリカのマクドナルドのハッピーミール、日本でいうハッピーセットのおもちゃとしてリリースされたマイシーンのミニドールをご紹介いたします。シティシーンと呼ばれる秋冬ファッションのミニドールが4体と、ビーチパーティーと呼ばれるビーチファッションのミニドールが4体の計8種類で、私は当時 eBay か何かでまとめて手に入れました。身長約13センチのミニフィギュアですが、髪も植毛でアウターなどもついてきて、一応ファッションドールと呼べるのかなと思うので一緒に見ていきましょう。まずはシティシーンの4人です。バービーはピンクのトップスにブルーのスウェット風パンツ、黒いモコモコジャケットを着ていて、首は横方向に360度回るのと、ウエストも同じくぐるぐる回ります。腕は肩から前後にぐるぐる回って、背中に大きめのネジがついています。どういう構造なのかよくわかりませんが。お顔のプリントも悪くないし、ジャケットもこの大きさにしてはとてもよくできていると思います。髪がどうしてももしゃもしゃになっていますが、お湯パで落ち着かせればもう少しなんとかなるかもしれません。チェルシーはなぜか顔が真っ黄色に変色してしまっていて、みかんを食べ過ぎたのか内臓を悪くしているのかわかりませんが、うちに来た時はここまでひどくなかったので、何らかの理由で素材が変質したものと思われます。お顔のプリントは悪くないし、手の施しようがないのでこのままです。髪はブラウン一色ではなくて明るめのメッシュが入っています。紫のトップスにデニムっぽい膝丈タイトスカートで、このスカートは初期のファッションパックで出ていたものとよく似ています。紫系のマルチボーダーのジャケットはファーのトリミング付きで可愛いです。マディソンはお顔が大味というか、眉毛が薄く見えてちょっと怖いですね。ほっぺに何かペイントがついちゃってますが、これはシンナーなどで取れると思います。長いパンツスタイルですが、後ろは引きずるほどの長さで、靴のつま先部分だけ見える感じになっていますね。ベルトも何かしらのレリーフがついていて、レザーとかスウェードのボヘミアンな感じのテイストだと思われます。薄いブルーのトップスに茶色いプードルボアのジャケットを着ています。髪色だけで見るとチェルシーより明るいですね。4人目のディランシーはジャケットではなくて赤いファーのショールがついています。袖とかはないので本当に羽織るだけですね。トップスは白に赤いトリミングのついたチャイナ風のノースリーブですが、中国の民族服も基本的に襟の合わせは右前だったと思うので逆ですね。これが意図的なものなのかどうかわかりませんが。アイプリントは綺麗にできていて、トレードマークの目元のほくろも忘れずに再現されています。メイクの感じはハンギンアウトのディランシーに似ていますね。ボトムはオーバースカート付きのカーゴパンツですかね。白いブーツも含めて全体的な色味はとても好きです。ビーチパーティーの4人に移ります。バービーは白とラベンダーの水着スタイルですね。白い V カットの水着はウエストのリブとサンダルがラベンダーで、サンダルには白いお花もついていて可愛いです。パレオもラベンダー色の花柄です。さらにバスケット風のバッグもついています。シティシーンのバービーと比較すると若干リップの色がラベンダー寄りなぐらいであまり変わりはないですね。こちらのマディソンは眉毛もしっかり描かれていますが、またなんか変なペイント写りもありますね。鮮やかなブルーのホルターネックの水着にマゼンタピンクのビーチローブというのかタオル地のバスローブみたいなものを羽織っています。サンダルもローブと同じ色味なのがいい感じです。このマディソンにはさっきのバービーのバッグと同じような素材で麦わら帽子っぽいものがついていたんですが、撮影の時に見つけられなくて今回は登場していません。家のどこかにはあると思います。シティシーンのマディソンと比較してみるとビーチの方が全体的に濃いめになっている感じですかね。こちらのチェルシーもまたお顔が真っ黄色です。チークが濃いめなので余計にフルーティーな感じが出ちゃってますが、日焼けの一種と思うことにしましょう。黄色と水色のパキッとしたビタミンカラーの水着ですね。他の子よりもお腹が露出していておへそも可愛いです。チェルシーにはバービーより長めのパレオがついていて、バービーとマディソンはこれ以外にバッグや帽子がついていたのに、チェルシーはこれだけとも思ったんですが、パレオの柄がマイシーンのロゴ入りハイビスカス柄で可愛いのでまあいいでしょう。お顔はシティシーンとほぼ同じですね。ほっぺにまた何かついちゃっていますが、これは落とせるでしょう。生え際に若干抜けがありますね。
最後にノリーです。このノリーは髪型もとても凝っていて、バックトゥスクールの髪型が再現されています。ノリーだけ髪質が違うのか、他の子みたいにモサモサしていなくてストレートです。赤いお花のついた草履風の黒いビーチサンダルにマルチボーダーのパーカーはショッピングスプリーのターゲット限定ディランシーについていたものとよく似ています。サイドの髪は姫カットになっていますね。他の子と比べると水着というよりはサーフィンのウェアみたいなスタイルです。本題は以上なんですが、もう一つ正体不明のミニドールがあって、多分 eBay で中古ドールをまとめて買った時についてきたんだと思うんですが、身長約5センチぐらいのこの子、今回のマックトイと同じく植毛だけはされていて、ポーリーポケットとも違うし、誰なんだろうとずっと思っていたのが、Google レンズで一発で分かってしまいました。1990年頃にメリタスというメーカーから発売されたキジェッツというシリーズのキャシーちゃんだそうです。メリタスというメーカーも聞いたことないなと思って少し調べたんですが、アメリカのテレビドラマフルハウスのミシェルの抱き人形なんかも作っていたみたいですね。2000年代にそのミシェル役のオルセン姉妹のファッションドールもマテルから出ていましたね。ウォルマート系列限定だった気がしますが、日本では当時業務提携していた声優やセゾングループのお店で売っていたのを覚えています。キャシーちゃんはこの大きさにしては腕も足も可動で、腕は両腕とも一緒に動いてしまって鉄棒する時みたいな形になりますが、多分服装からしても体操選手なんでしょうね。足は片方ずつ動きます。お顔がデフォルメされていなくて普通のドールをそのまま縮小した感じなので、体とのバランスがちぐはぐなんですが、髪はしっかり植えてあるし、存在がマイナーすぎて面白いので、これはこれとしてうちの子としてめでたいと思います。マイシーンのハッピーミールトイは2007年にもローラーガールシリーズのミニチュア版みたいなのが出ているんですが、そっちは全く持っていないのと、ブラッツもやはりハッピーミールトイがいくつか出ていたみたいで、コレクターズアイテムとしては気になるところです。6分の1サイズではないミニドール、ミニフィギュアの世界も視点を変えて楽しめるので、またご紹介できればと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。